やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのインパクトドライバー TD170D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが TD170D だよ。今回は動作品だ。こいつが抱えている症状は3つ。スイッチの調子が悪いこと、LED がつかないこと、ドライバーの軸がぶれていることだ。動作自体は問題ない。今回は不具合のある部品を交換すれば OK だ。と思っていた時期がおいらにもありました。実はこの部品に軸のベアリングが圧入されているのだけどね。もう終売でマキタの営業所でも手に入らない。なんてこったい。でも昔の人は言いました。ベアリングがダメなら打ち替えればいいじゃない。今回はベアリングの打ち替えに挑戦してみよう。早速分解していくよ。まずは先端のバンパーを外す。次に背面2箇所のネジを外してカバーも外す。ローターを抜く。ハウジングはラベル側8箇所のネジを外せば開けられる。これがインパクトドライバーの中身だ。レイアウトをよく覚えておこう。ハンマーケースを外して電気系のコネクタを外していくのだけど、今回は電気系丸ごとハウジングから外して作業した方がやりやすい。爪のついてるコネクタは爪を押しながら引いてやる。
ハンマーケースを分解しよう。ハンマーケースカバーを外してリングスプリングを外す。そうするとビットスリーブを外すことができる。この時細かい部品が出てくるのでなくさないようにしよう。ハンマーケースの蓋を外すのだけど、ハンマーケース側が 30mm のソケットレンチ、蓋側は 32mm のソケットレンチを使用する。蓋は逆ネジになっていて、時計回りに回ると外す。ハンマー内の各ギアに欠けがないか確認しよう。ベアリングがバラバラだ。ハンマーについているギアは軸が刺さっているだけなので磁石を使って抜いてやる。ハンマー部分にも消耗がないか確認しよう。今回は大丈夫そうだ。ハンマーケースカバーからベアリングを引き抜くよ。ベアリングプーラーをカバーに差し込んで、プーラーの爪を開く。プーラーのセッティングをして、ベアリングを引き抜いてやる。
ベアリングが抜けた。最終的にハンマーケースカバーにはベアリングとベアリング保護のリングがついている。抜いたベアリングには NB10081 という刻印があった。次はベアリングの圧入だ。圧入プレスがないから別のベアリングプーラーで代用しよう。用意したのはベアリング、外径 32mm と 20mm のワッシャーだ。ベアリングは HK1412 というもので代用することにした。まずは先端の保護リングを入れてベアリングを入れる。ベアリングは手では入れられないので、できるだけ穴に垂直になるようセッティングする。ベアリングに 20mm のワッシャーをかぶせて、32mm のワッシャーはケースの先端側に配置する。あとはベアリングを押し込んでいくのだけど、この時 20mm のワッシャーの位置を微調整しよう。ベアリングの押し込みが硬くなったら、ベアリングが先端まで押し込まれた証拠だ。押し込み時にベアリングを壊さないよう注意しながら作業しよう。これでベアリングが圧入できた。インパクトドライバーを組み立てていこう。まずはハンマーケースからだ。念のためにグリスが入りにくいベアリングとアンビルの底にオイルを注入している。ハンマーのギアはグリスをたっぷり塗って軸を差し込んでやればいい。ハンマーケースもグリスを塗って白いナイロンワッシャーは交換することにした。
アンビルを差し込んでハンマーを入れてやる。組み立て時はインターナルギアの向きに注意しよう。逆ネジだから反時計回りに回すと蓋が閉まる。ハンマーケースの蓋のネジは細いので無理にねじ込まないようにしよう。仕上げはレンチで締めてあげる。先端のビットスリーブ周りは錆防止のためにオイルを塗って分解と逆の手順で組み立てる。最後のリングスプリングをセットするのが大変だけど根気よくいこう。ハンマーケースが組み上がったらハウジングを組んでいこう。LED は新品に交換だ。電気系を組んでいこう。今回の場合 LED 以外は先に全部組んでからハウジングに収めた方がやりやすい。バッテリーコネクターの極性を間違えないよう注意しよう。
トリガースイッチも新品に交換しよう。おっと、ストラップも忘れずに。電気系が組み上がったら、ハンマーケースをハウジングに組み込もう。ハウジングを閉めて、ローターを入れて、カバーを閉める。最後に先端のバンパーをつければ完成。さあ、仕出しよう。仕出するよ。軸ブレも収まったし、安定して打ててるね。さあ、今回の TD170D の修理はどうだったかな？最初はどうなることかと思ったけど、結構なんとかなるもんだな。それじゃあ、まったねー。